皆さんこんにちは。今年最後のボイドお疲れ様でした。いつもの結果動画は後日作成を予定していますが、今回特に注目していた対戦について特集でご報告いたします。前回の動画でも触れましたが 52vs219 となります。注目されていた方は非常に多かった様子ですが、まずは結果からお伝えいたします。219が 4.5G ほどのポイントを獲得し、勝利といった形になりました。終了時の各ランキングの様子はこちらとなります。結果から判断すると、219の圧勝、といった印象を受けるのではないでしょうか。実際どのような流れであったかは後ほど詳細を確認いたします。では、本日の動画の流れですが、まずは両ワールドの各基礎数値の確認をいたします。そして、直近のボイドの結果を確認します。最後にボイドの結果を時系列で詳しく触れます。また決め手となった戦闘についても確認いたします。では、早速急ぎ目で確認します。詳しく確認したい場合は動画を止めてご確認ください。基本情報ですが、各数値の偏差値合計より、第8惑星までをランク付けした順位で、7位に位置する219と3位の52といった様子です。統合を終えたばかりの219と半年経過した52です。ワールド8位までの同盟や指揮官の数値がこちらです。8で割った平均値で表示しておりますが、かなり似通った数値となっておりました。そして、各ワールドの強さを表すイベント勝率ですが、共にほぼ負けなしといった様子です。219が若干低いのは、総合勝利の判定がなかった頃の、結果が反映されているためですが、ボイドとしては一度だけ敗れていると思います。レーダーチャートでは、52がワールドの歴史が長い分、殺害数が大きい数値となっており、また指揮官戦力についても高くなっております。そして、直近のボイド結果がこちらです。52は圧勝と言っていいポイント差となっております。219についての結果がこちらですが、全く同様に圧勝といった様子です。主要同盟の同盟戦力推移がこちらです。52は一極化されており、ダントツとなっています。また219は統合直後といったこともあり、最後の計測以降も戦力を伸ばしていました。それらの同盟の結果がこちらです。52は江戸一がダントツといった様子です。219についても統合を終えた直近含め、シーンがダントツといった様子で、統合前において、52よりも一極化のイメージが大きかったと思っています。186では、グブフはかなり高い数値を確保しています。250については、他にワールドほどの、ポイント数はないものの愛をといった様子です。グラフで視覚化してみた場合、直近3回の各同盟ポイント数はこちらになります。江戸一といった最強同盟に全く引けを取らない同盟ポイントとなっていることがわかります。まあ、当然ポイント数は対戦相手にもよりますので、あくまでも参考数値といった具合になります。では、続いて指揮官を同様の視点で確認します。52はやはりサイエズ氏といった様子です。団体戦も多いので、強力なプレイヤーが多い52としてはポイントは奪い合いになることあり、他プレイヤーはそれほど高い数値となっておりません。とはいえ、246対戦時の300ワッティアー氏は高いポイントです。対し219は、ドスムシとベアリアット氏が目立ちます。ちなみに今回ドスムシはバビョラクレ氏がプレイしておりました。186のグブフからも高いポイントを取得できるプレイヤーはいる様子です。しかし、これまでの方と比べると圧倒的感は若干低めです。250としては、全体的にポイントが低めでした。これは対戦相手の影響もありますが、ポイントとしては収支が高いポイントを獲得してました。では、先ほど同様指揮官ポイントについて直近3回を比較化してみます。同盟視点と同様ですが、219側の方が高くなっています。これは、統合前が個別に獲得できていることも理由ですが、219の皆が上位に位置していますので、やはり超重要プレイヤーといった位置づけになります。そして、土曜日の日本時間16時時点の様子がこちらです。すでに 3G 程度219がリードしています。これは、主にベアー氏の徴兵フェーズによるものです。またグブフもかなりのポイント数を獲得しています。12月2日の深夜からワールドポイントの計測をしましたが、すでに開いた差はそのままボイドフェーズ突入となります。では、いよいよボイド当日の様子を確認します。フェーズ別指揮官ポイントの推移を時系列のグラフで確認してみたいと思います。オレンジが52であり、219は紺色といった形で分けました。ランキングには52が占めており、大きな戦いは起きません。大側となってしまった52は焦りはあるものの、確実に219に迫っていくといった推移をします。しかし、ボイド熟練のワールド219にも、シールドの空きはありません。
大きな戦闘もない状態でこのまま逃げ切るのか、といった内容です。確かに勝敗は全フェーズの総合ポイントです。もちろんこのまま勝利もできますが、219としてもプライドはありますので、うずうずしていたのだと思います。じりじりと52が迫っていきます。しかし219も隙をついてポイントを獲得しています。日本時間23、30分頃、大きな変化が発生します。ちょうど画面を見ていましたが先頭を捉えることはできませんでした。219のプレイヤーが一気にランクインするどころか、ほぼ逆転してしまいます。ここからは、徐々に219が引き離していき終了となります。23、30の戦いがどれほどのインパクトをもたらせたのか、視覚的に確認したいと思います。発生時間までは、徐々にですが52が迫っていく、様子が確認できます。そして、23、30の戦闘でポイント差は一気に突き放されます。こちらがその戦いです。スイッチ同盟のとあるプレイヤーのシールドが外れてしまい、攻撃したシーン同盟に対し防御してしまいます。スイッチ自体、52をよく確認してきた私も、あまり存在は知りませんでした。ボイドなどのイベントでも直近名前は見ていません。一時期、同程度まで押し返すまで行きますが、最後は迫撃砲だけが残ってしまい、半数程度のシーン同盟に敗れてしまいました。最後参戦したベース1氏もいいタイミングでした。シーン側も攻撃側なのでかなりの損失を出しましたが、戦況を変えるには絶大な意味をもたらす戦闘となりました。この戦いは219に掲載されていましたので、皆さんも見ていただきたいのですが、倍以上の兵数を破ったシーン同盟はやはり強いです。ですが、それだけでもありません。スイッチとしては、編成やステータス割り振りに、色々課題がありそうです。近距離が本当に少ない数しか編成されておらず、ステータスも攻撃に偏っていました。攻撃兵器だけを出兵した方も数名いらっしゃいました。対し、シーン同盟はさすがに麻薬です。ステータスにしても、編成にしてもほぼ全員理想的です。まあこれが、とあるボイドの5つの戦いなら、別にどうでもよかったと思います。問題は、この頂上を決めると言ってもいいレベルで、この内容の戦闘が発生してしまったことだと思います。その後は、緊張の糸も切れたの52に対し、逆にリラックスして攻撃できる219が、いくつかの戦闘を勝利しさらにポイントを広げました。間違いなく、23、30に発生した戦闘が決め手となっています。52において、いや、江戸1においてチャンスはあったのか、と思いますが、スイッチの戦闘は比較的長引きました。そのカウンターはできなかったのかと。シーンはボイドのため、比較的低い指揮官戦力を保ち、兵を逃し切って戦闘する風習があります。唯一、このボイドの徴兵で270メガに達したベアーシは、江戸1にとって絶好の的だったと思います。先日、同じレベルの246ファンシオカオスで、燃やしたように江戸1にとっては余裕の射程圏内です。しかし、ベアーシは当然最大限に警戒しており、この戦闘については、かなりの距離をとっての参戦としていました。さすがに同一同盟でない限り、スクロールで追うしかありませんのでこれでは捉えられません。戦いこそ少なめとはいえ、219は今までの技術を最大限に活かし隙も与えなかったといった印象です。勝手ながら、第三者視点での勝因について感じたことを触れます。まず、一つ目に219の戦いの運び方がうまかったことでしょう。偶然的な要素もありますが、大きなポイントを得れるほどの徴兵ブーストが溜まっていました。ディスコアドなどヤンクでもボイド前にやり取りされていましたが、心理的には219が圧倒的に有利に立てます。次に、219がワールドとしてとても強力できていました。今回のボイドはシーンのみが相手ワールドに移転することができるといったルールが敷かれたと聞きました。直近に統合を終え、同程度の同盟戦力を持つグブフをはじめ、他同盟がよく協力できていたと思います。活躍したのはシーンですが、他同盟も素晴らしい動きです。いつも思いますが、こうした影役が、一番ボイドの勝率を上げていると思います。最後、これはどのワールドでもありますが、52において潜在的な課題が露呈してしまったかと思います。スイッチも与えたくて与えたわけではないと思いますが、無垢を確認するに謝罪もなければ52の勝利を願っている様子もありませんでした。やはり、上昇してきた52ですので普段から、抑圧的な力を受けてきた同盟はあるでしょう。まだ、勝敗も決まってないボイド中に、言い争っている場合ではありません。そして、慢心というわけではないのですが、やはり勝って当たり前といった状況もあったのではないかと思います。もし、チャレンジャーという意識があれば23、30の戦闘後もワールド内でも盛り返すといった行動も取れたように思います。
52と219、どちらがより挑戦者として挑んだか、という意味では、私は219ではないかなと思います。まあ、第1惑星といったワールド番号で、勝率 97% であれば、当然だと思います。そういう意味では、統合直後で心理的不安要素が大きかった219にとってはいいタイミングだったのかもしれません。色々勝手なことを言ってしまいましたが、気分を害される方もいらっしゃると思いますので、申し訳ありませんでした。やはり、今までで一番注目した一戦であり、江戸一とシーン&グブフといった構図で、最上級の戦いを期待していました。例えば、ポイント差は 1G 程度219が有利で開始、しかし逃げ切るには少ないポイントを追い抜くために開始早々219に転移した江戸一は、トラップかもしれないシーンの C35 に50人一斉攻撃。やはりトラップだったが、それを上からねじ伏せようとする江戸一だが、なんと、エラスマス・フックス氏がグブフから50人の攻撃を同時に受けているではありませんか。数人が気づき防衛に入るも、当然シーンとの戦闘が終わってないエラスマス氏はシールドできません。シーンのトラップはどうなるのか、また江戸一へのカウンターは成功するのか、といった感じです。もちろん、これで終わりではありませんし、次回はもっと楽しくなると思います。今回もドキドキして見ていた側からすれば、十分楽しめた一戦でした。皆様本当にお疲れ様でした。219は、今後1夜に、30と対戦になるでしょうが、この先も第3惑星を代表するワールドとして、ご活躍していただくことを期待しております。何にせよ両最強ワールドは今後もウォッチします。ご視聴ありがとうございました。